さんこんにちは。ナンズチャンネルへようこそ。今日はこれからパッキングをしていきたいと思います。っていうのも明日から2週間ぐらい、ヨーロッパの方に行ってきます。国はフランスとイタリアです。で、気温を確認したんですけど、ヨーロッパの方ってまだ8度とか10度なんですよ。で、ここが最近ロサンゼルスが最近もう27度とか8度日中だとあるので、結構気温差があって、冬物をガサガサして取り出して、ちょっと今から念入りにパッキングをしていきたいと思います。これはまだパッキングの途中経過です。なのにもう9割ほどスーツケースが埋まっています。なんかやっぱ冬物めっちゃかさばりますね。なんかセーターとかジャケットとか持っていきすぎなのかもしれないんですけど、なんかこれにまだブーツとか入れようとしてるんですけど、絶対入んないですね。私パッキング下手なのかな。皆さんこんにちは。今からロサンゼルスの空港に向かいます。行ってきます。今ゲートに向かってます。なんか LX すごい大きくなってるんですけど、めっちゃ歩かせる。それでは行ってきます。皆さんこんにちは。さっきシャルル・ド・ゴール国際空港に着きました。ちょっと空港で撮影するの忘れてて、っていうのもなんか着いたらロサンゼルス時間の2時ぐらいだったんですよ。なんかちょっと頭回ってないっていうか、でも無事にタクシー乗り場を見つけて、今タクシーに乗り込んでホテルに向かってます。
空港からパリ市内へのアクセスはいくつか選択肢があるのですが、私たちは今回タクシーを選びました。単純に荷物が多いからです。しかもパリタクシーは定額制なので、ぼったくられるということがありません。今回私たちはウガンの方に宿泊することになっていて、空港からホテルまでの料金は53ユーロでした。ちなみに左岸に行くと58ユーロだそうです。無事に入国できて荷物を受け取った後、タクシー乗り場までの行き方は空港内にあるタクシーと書かれているサインについていくと迷うことなくタクシー乗り場までたどり着けます。そこで気をつけたいのが、空港を歩いているとすごくたくさんの配車サービスの人にタクシータクシーって声をかけられます。その人たちがどんな料金を請求してくるのか分かりません。なのでパリタクシーの営業認可を受けているタクシーに乗ってください。見分け方はこのようにタクシーパリジャンと書いたランプがついていることが目印です。緑だと空車、赤だと乗車中です。ちなみにパリ市内はウーバーが走っているので、すごく快適にいろんなところに行けます。ちょっと小雨っぽい感じですね。またホテルで着いたらビデオを回します。今日はここまで。私たちはこれから SIM カードを買いに行きます。その SIM カードがこの旅で結構使えたので、別動画でご紹介します。そして、いよいよパリ市内の観光を始めます。お楽しみに。それでは皆さん、Thanks for watching。良い一日を。